どうもこえです。今日は2泊3日広島旅行の様子をお届けします。今回実は人生で初めて広島をがっつり観光していきます。歴史ありグルメあり自然ありと魅力たっぷりの広島。これから広島へ行こうと思っている人の参考になれば幸いです。では行ってみましょう。で、旅のスタート、今広島駅の目の前にいるんですけど、広島駅は今こんな感じで改修工事が行われているんですよね。この工事が2025年春に完了する予定です。で、新しい商業施設ビルも建つんですけど、目の前は多分これ広島電鉄の新線駅前大橋線っていうのができるみたいなんで、そこから街中の方につながる路線でもできてるっていうことなのかな。広島もどんな感じに生まれ変わるのか楽しみですね。はい、ではこれから観光スポット行きます。まずは原爆ドームに向かいますけど、さっきの駅のところからちょっと歩いて市電で向かいます。市電の乗り場にやってきますと、すごいいっぱい来てるな。手前側と奥にも絶え間なくやってきて、左手にもめっちゃたくさん人乗ってる。今日は祝日月曜日の朝10時21分、観光客がたくさんいるのかな。これホームの幅めちゃくちゃ狭いんだけど、1人がやっと入れるぐらい。体の大きい人だったらこれ横並びだとどっちかが落ちちゃいそうなぐらいですよ。なんでこんなに幅狭いんだろう。こうやって見るとやっぱり広島駅の前もでかいですね。この路面電車もすごい絵になるし、右手にできてる工事中って言ったけど、なんかこの辺りも建物がすごい新しい感じがして近代的ですね。中にはエディオンやツタやいろんな商業施設が入ってるんですね。さあ、それでは広島旅行の始まりです。今回の2泊3日の広島旅の旅程はこんな感じになっています。メモアプリでまとめてみました。動画を見た後、皆さんが広島を実際に旅行するときにこの表を見返してもらえれば一目で確認できると思うんで、参考にしてください。で、これ結構有名なんで知ってる人も多いかと思いますが、Notion というメモアプリで旅程を管理しています。この動画は Notion さんのご提供でお送りしているため、数分だけ宣伝を挟ませてください。僕はこういう活動をしているとよく聞かれるんですよね。小屋さんって旅行行くときどうやって予定立ててるんですか？行き当たりばったりですか？それとも事前に下調べをしてから行くんですか？という質問。僕は貴重な時間を有意義に使いたい派であり、基本的には下調べはある程度します。今回はこの Notion を使っていつも僕がよくやっている予定の立て方をせっかくなんで共有します。まず行き先を決めたら、行きたい観光地そして食べたいグルメをそれぞれリストアップします。その時に便利なのが Notion AI という機能があって、スペースキーを押すと AI に質問ができるようになっていて、ここで例えば広島市内観光で絶対に行くべきスポットを優先順に教えて、こんな感じで AI に聞くと、こうやって観光地をリストアップしてくれるんですよね。もちろんここからもっとないのとか聞けば、さらに選択肢を増やすこともできます。一旦他のソフトやアプリを立ち上げる必要がなく、この Notion 内で調べたいことが完結するっていうのが効率的で素晴らしいんですよね。そして行きたいと思ったところをリストアップして、この文字を見出しとして大きくできたり、下にビヨンとこんな感じで出したりしまったりできるトグル機能がかなり便利なんですよね。リストを作るとどんどん下の方まで情報が伸びていって、見たい情報にたどり着くのが大変な時があると思うんですけど、これだったらワンタッチでこうやって整理できるんで、直感的で使いやすくて管理しやすいんですよね。で、このビヨンと出るトグル見出し以外にも、箇条書きリストとか番号付きリストとかトゥードゥリストとか、いろんなテキストタイプを直感的に利用できます。そして最終的にさっき最初に見せた旅程表に実際に行きたいと思った場所をリストからコピペして打ち込んで旅程を完成させました。ここでまた役に立つのが Notion AI で、
旅程を組み立てる際困るのが、ここの観光地どれぐらいの所要時間が必要なんだろうと初めての行き先だとわからないですよね。そんな時わざわざ他のブラウザを立ち上げずに Notion AI に聞いて、こんな感じでおおよその所要時間を出してくれるんで、これを見て旅程を組み立てることもできます。そしてまだまだ Notion AI の活用方法は無限大で、例えばこれ2日目は宮島に行くんですけど、広島駅から宮島までのアクセスを教えてと書けば、なんとアクセス、そして料金までしっかり教えてくれます。これは便利だ。さらにこんなにリサーチするのもめんどくさいという人であれば、 Notion AI に1泊2日の広島旅行のモデルコースを教えてと聞けば、旅程を組み立てるのがより便利に簡単になりますよ。グルメをリストアップするときも、例えば広島で食べるべき美味しいお好み焼き屋さんを教えてと書けば、これまたいろんな情報を仕入れてリストアップしてくれます。ちなみに Notion AI は質問20回までは無料ですが、無期限に質問するには月額10ドルかかります。これ結構他の AI とかより良心的だと思いますね。旅行以外にも日常生活のいろんな場面で使えるんで、その価値は十分あると思いますね。そして Notion の素晴らしい機能としては、この文字の位置を自由自在に変更できることですね。例えば平和記念公園は午後に行こうと思ったらこっちに動かしたり、わざわざ書き直したりしなくていいっていうのは本当に便利ですね。この2日目と1日目入れ替えようとかも簡単です。で、表が完成したら文字に Google マップの URL を埋め込むこともできて、これをクリックしたら観光当日はこうやってすぐに地図アプリにアクセスできるようにもできます。とにかく直感的に分かりやすく情報をまとめたり調べたりすることができるんで、僕は今後もこの Notion 使っていこうと思ってます。日常生活でも本当に役に立つと思うんで、ぜひ皆さんも一度使ってみてください。概要欄に無料サインアップ用リンクを貼っておきますんで、皆さんがサインアップをしてくれると僕の評価が上がって、今後も皆さんにコンテンツをずっと届けられることにつながるんで、どうかよろしくお願いします。ではこの旅程をもとに本編の広島旅行行ってみましょう。広島駅を出発して路面電車で原爆ドームまで、所要時間は約15分。この辺りが八丁堀という広島の繁華街のエリアですね。そこを通り過ぎた先にあります。電車降りて原爆ドーム前、すぐ目の前にありましたね。これが原爆ドームですね。僕はこれ小学生の時に初めて見に来たんですけど、小学生ながらもこの建物を見て強い衝撃を受けたことを今でもしっかりと覚えていますね。原爆核の恐ろしさを伝える世界でも唯一の建物と言ってもいいでしょう。以前長崎の動画も出しましたけどね、長崎にはここまでしっかりと傷跡が残った大きな建物っていうのはないので、やっぱりこの建物は特別な存在ですね。わざわざ説明する必要もないでしょうが、1945年8月6日に広島に投下された原子爆弾の爆心地に近くにあった建物の遺構です。正式名称は広島平和記念碑で、かつては広島県の産業奨励館だったんですね。爆心地からわずか160メートルの位置にあったんですけど、周りの建物は全て破壊されてしまった中で、ここの原爆ドームだけはこんな感じで一部生き残ったというところなんですよね。市民や国際社会の支援によって保存運動が展開されて、1996年にはユネスコ世界文化遺産に登録されています。それによってこの原爆ドームは世界的な平和のシンボルとして認識されるようになり、今周りにも世界中から観光客が押し寄せています。これだけ悲惨な状況を見ると助かった人なんていないだろうっていうふうに思うと思うんですけど、実は奇跡的な生存者もいたというエピソードがあって、この原爆ドームのすぐ近くで原爆に遭遇しながらも、この建物産業奨励館の職員の中にその日の朝遅刻したため爆心地から離れた場所にいて助かった人がいたということです。原爆の悲劇とともに人間の運命の不思議さも感じさせられますね。で、右手に見えてるちょっとこの近代的な建物、これが後で行く予定なんですけど、折り鶴タワーっていうところで広島市の景観を望める展望スポットになってます。原爆ドームの目の前がこんな感じで川になってます。で、ちょうど階段があるんですけど、昔はここに船をつけて商人たちが
左手の原爆ドーム産業奨励館に入って行っていたというところなんで、ここが正面玄関ということになるんですかね。長崎では軍艦島に行きましたけどね、軍艦島はもうすぐ崩れるんじゃないかとか、そういう建物もあったんですけど、さすがにこの広島原爆ドームはしっかりと修復作業も行われているでしょうから、崩れることはないとは思うんですけどね。この辺りの骨組みとか見ても、これも今すぐ崩れてもおかしくないような形にも見えなくもないんですけどね。でもこれほとんどのこのコンクリートの部分っていうのは、原子爆弾が落ちた時からずっと現存するってことを考えると、やっぱりすごいな。普段忙しく仕事をしていて、ちょっとリラックスしにこういう平和都市に来るとね、こう生きることについてじっくりと考えるいい機会になると思いますよ。こういう原爆ドームを見ながらゆっくりね、命あることのありがたみとかをなかなか時間をかけて考えることとかないですからね、日常の中で。これ右下には多分市内を巡るクルーズかな。雨の日でもこんな感じで屋根付きだから問題なく運航することができてます。でもこのクルーズは原爆ドーム以外だと宮島って書いてるから、この船で宮島まで行けるんだ。すごい。確かでも2000数百円で JR で行くよりはちょっと高めな感じ。こっちから抜けていって、すごいな。これ川が一直線に伸びてるわけじゃなくて、こんな感じで一周して逆方面に進むことができるんですね。あ、もう一隻やってきました。こっちは宮島から帰ってきたのかな。でもこんな小さい船で行けるんだ。まあ行けるか、そんな遠くないな、宮島は。ちなみに目の前の原爆ドーム見えてますけど、こっちの左手側、国道の向こう側川沿いに近代的な建物が見えてます。これが最近できたばかりのサンフレッチェ広島サッカーチームのホームスタジアムエディオンピースウィング広島ですね。実はここに昨日サッカーの試合、サンフレッチェ広島対アビスパ福岡の試合を僕は見に行っていました。もう街中に溶け込んだスタジアムっていうのが本当に羨ましい広島の人たち。観光やグルメはもちろん、サッカーの試合もひょいと見に行けちゃうっていうね、理想的な街中です、僕にとっては。あれ左側にせり出した席があるけど、すごいですね。あそこの席に座った人は街中の景色も見えるんですね、サッカーの試合に加えて。対岸にやってきたらこんなものもありました。平和の時計塔ですね。この時計塔で毎日8時15分原爆が投下された時間にチャイムが鳴ってノーモア広島を訴えます。対岸の正面から見たらこんな感じ。ここから見てもね、手前側の古いものというかね、昔から残っているものと奥にある新しい建物、新旧が見られて、広島が復興したっていうことを肌で感じることができる景色なんじゃないですか。でこれが平和の鐘と呼ばれるもので、国境のない世界地図が刻まれた鐘になってるみたいなんですけど、国境のない地図っていうのは、こんな感じで、この左上がヨーロッパの地図になってて、アフリカ大陸があって、この辺が中東ですね。でインド、日本がこっちの右手の方に、下がオーストラリアあって、極東にあるわけですね。国境が全く描かれていない鐘が平和を表しているということです。1964年に作られました。で平和を願って、この鐘は自由に鳴らすことができるようになっています。今目の前に見えているこれが原爆の供養塔ですね。身元不明の遺骨がこの中に収められている場所ということです。原爆ほどの大きな爆発なんで、身元不明の方もたくさんいらっしゃったんでしょうね。今目の前にあるのが原爆の子の像という建物で、これは2歳で被爆し白血病で亡くなった佐々木禎子さんや子どもたちを偲ぶものとして作られました。佐々木禎子さんという方は、折り鶴が平和の象徴となることのきっかけになった人ですね。わずか2歳で白血病になってしまった彼女が、千羽鶴を折れば病気が治るという言い伝えを信じ、平和と健康を願って鶴を折り続けたことから、千羽鶴が広まりました。一番上に見えてますね、彼女と折り鶴が。
で、奥に原爆ドームが見えていますけど、今手前側に見えているこれが平和の灯火、核兵器廃絶を願い1964年から灯され続ける日がこの建物の奥の方にあるんですよね。すごいですよね。64年から一切消えることなく灯され続けてる。どうやってそんなことができるのかっていう不思議に思うんですけどね。下に油とかたくさん引いてるのが。何度も言いますが、ここ広島は世界の平和の発信と中心と捉えられることもありますけど、長崎よりもやっぱり広島が爆心地として注目されることが多いとは思うんですけど、その理由はやっぱり世界で初めて最初に原子爆弾を投下されたっていうことが大きいんでしょうかね。あとは被害の規模もやっぱり広島は市街地中心エリアに原爆が落とされた、長崎は中心地からちょっと外れたところに落とされたんで、広島と比べたら被害が少なかったということも少なからずあるのかなというふうには思います。あとはシンボルとしての原爆ドームの存在もやはり大きいでしょう。で、左手の平和の灯火原爆ドームがあって、こっち側に広島平和記念資料館があるんですね。結構これでも建物すごい新しいですね。あ、噴水が今から撮影しようと思ったのに、あそこめちゃくちゃ水がねたくさんブシューって上の方に豪快にいい感じに噴水上がってたんですけどね。長崎だとああいう水辺のエリアっていうのは原爆で熱い思いをした人たちのために水を届けるという意味であったんですけどね、そういった意味合いがあるのかはちょっとわからないんですけど、また出てきました。噴水が豪快にプシューっと。よかったよかった。見ることができて。最近のお前はちょっともう熱を発していなくて甘ったるいからお前に水はやらんぞっていう風に言われてるのかと思ったんですけどね、ちゃんと育んでくれました、水を。で、平和資料館が右手にあるんですけどね、結構たくさんの人たちが行列を作ってたんで、今回は行くことはやめておきます。また時間がある時に資料館の方は行ってみます。はい、じゃあ次のスポットに行こうと思うんですけどね、さっきの左手に見えてる原爆ドームの奥にある折り鶴タワーに向かいます。で、こっち手前側にはここに宮島行きのフェリーがありましたね。で、フェリー乗り場のすぐこっちの左手隣のところには川沿いにいい感じのイタリアンもあるんですよね。別日に行ったんですけどね。はい、歩いて折り鶴タワーまでやってきました。これ下から見上げてもすごい近代的な建物でテンション上がりますね。で、実はこの右下にお好み焼きの有名店みっちゃんがあるんですよね。お昼ご飯ここで食べようと思うんですけどね、大行列なんで、ただ順番待ちのシートで LINE 登録すれば通知してくれるんで、待ってる時間もったいないんでタワー登ってきます。上の階までやってきて、ここ広島の丘って書かれたところを登っていくと展望台です。すごいな。なんかこの木で作られた感じ、雰囲気が和の空気感たっぷりで、うわー、これは綺麗だわ。すごい。四方八方にこれオープンエアになってるんですよね。ガラス張りじゃなくて。なんで気持ちのいい風が降り注いできてめちゃくちゃ気持ちいい。すごいですね。展望台って基本ガラス張りであることが多いんですけど、このオープンウェアの感じは、開放感が全然違います。で、今こっち側が緑の景色がたくさん広がっているエリアになってて、平和記念公園方面ですね。さっきまでいた原爆ドームが、この右下のところに原爆ドーム綺麗に見えてますね。で、川があって、向こう側に平和記念公園と資料館がよく見えてます。今日みたいな雨天の日でも見どころに関してはこんな感じで近くにあるからしっかり見ることができるっていうのはいいですよね。天気が良ければもっと奥の方の山の景色とかもしっかり見えるといえば見えるんでしょうけど、こうやって上から見下ろしてみるとたくさんの瓦礫が散らばっているのがよく見えますね。左下のところとか。ちなみに天気が良ければこの記念公園の奥の方面に宮島もくっきりと見えるっていう風にスタッフの方が言ってました。残念、今日は。そして反対側ですね。こっちもさっきちらっと紹介しましたけど、新しくできたばかりのサッカースタジアムも存在感を放ってますね。正面真ん中がサッカースタジアムで、その右隣にあるのが広島グリーンアリーナですね。ライブとかをやるところ。でもこの右手前側もすごい市民の憩いの場になるような広場がありますね。
雨天なのに結構たくさんの人たちがいるのが見えてますね。屋根の下とか。スタジアムの中、今日これイベントやってるっぽいですね。サンフレッチェ広島のファン感謝祭みたいなやつを、電光掲示板が見える。サッカースタジアムがすごい大きいんで存在感があるんですけど、外してはいけない建物もこっち側にあります。ズームしてみると、これですね。後で行こうとは思ってますけど、川沿いに広島城も見えてます。で、上にはこんな感じでちょっとしたカフェもあって、こっち側には折り鶴広場っていうところがあるんで行ってみましょう。ここからもさっき見てたサッカースタジアム綺麗に見えてますね。で、左手目をやると、これは折り鶴のアート作品かな。遊び心のある絵がたくさん並んでます。ここに折り鶴広場がありますね。で、一応ここの中がインルームになってるんで、さっきはオープンエアの空間でしたけど、インルームの空間からも景色が眺められるようになってます。で、この回で折り鶴を折ることができて、折った折り鶴をタワーの上からガラス張りのところから落とすっていう体験ができるみたいですね。で、こんな感じで折り方は丁寧に iPad で教えてくれるんでありがたいですね。日本語か。学生の時に何回も折ったはずなんですけどね、さすがに折り方は覚えてなかったんですけど、 iPad 見ながらなんとか完成させられました。いい感じじゃない？こんな感じでガラス張りでちょっと迫力のあるエリアから鶴を落とします。この体験は平和への願いを込めた折り鶴をタワー内の筒に落とすというものです。この落とした折り鶴が溜まっていくのは外からも見えるようになっていて、訪れた人々の願いが集まる象徴的な場所になってます。これが127万羽溜まったら、折った鶴は全て再生紙として利用されるっていう取り組みもやっているみたいです。平和で持続可能な社会を目指すっていう意味も込められているんですね。はい、そしてお昼ご飯はお好み焼き有名店みっちゃんに行きたいと思います。実はね、連れがありがたいことに順番待ちをしてくれてたんで、すぐに入れそうです。で、メニューですけど、お好み焼き左手、多分一般的なのがデラックススペシャルになるのかな。広島らしく炊き入りもあるし、そばとうどんから選ぶことができるんですね。麺は右下にはトッピングとかもあります。で、このお店折り鶴タワー限定のメニューとかもあります。広島満喫スペシャル、牡蠣に広島名物の和牛コーネっていうのが載せられてるんですね。広島のおつまみとか単品メニューもこんな感じであって、たくさんできたらシェアしたら良さそうですね。牡蠣単品とか鉄板ステーキもあるから夜でもがっつりいけそうですよね。ドリンクメニューもこんな感じで、広島の地酒もたくさんあります。さあ、で今回はそばとうどん両方頼みました。で、うどんを頼む人は邪道っていう風にね、とある広島の人に言われちゃったんですけど、これがもしかしたら僕らが食べるうどんかもしれないですね。でもこれ確かに言われた通り、目の前にはそばしかありません。次々とそばが投入されています。うどんはまだ一つしかありません。さあ、やってきました。まず一つ目がこれ、そば入りのデラックスの広島お好み焼きになります。ネギもたっぷり乗ってます。で、もう一つは牡蠣が入ったこっちはうどんの広島お好み焼きになります。結構うどん存在感放ってるなこれ。とか言ってたら目の前にうどんが2玉来てますよ。うどんだって人気あります。さあ、そして今日は以前シェラトン鹿児島で知り合って YouTube もやってるカメラマンの児玉さんと広島旅行を楽しんでます。エンジョイします。いただきます。さあ、行きますよ。広島の名店の一つみっちゃんのお好み焼きそばバージョン。うまい。そばがね、すごいこれカリッカリに
焼き上げられてるから、その食感がまずいいのと、多分これ中にちょっと餅も入ってて、もちもちの食感、サクサクの食感、そしてこのお好みのソースの絶品な味わいと海鮮の風味、卵の濃厚さ、いろんな食材の味わいと食感を楽しむことができて、もちろん中ね豚肉もたっぷり入ってるから、うまいですね。みっちゃんさすが名店の一つなだけある。うまい。これちょっとビール飲みたくなるじゃんね。ちょっともう次観光時間迫ってるんで。忘れてた。あ、やべえ、マヨネーズ入れてなかったこれはこれで絶対マヨネーズ入れても美味しいと思いますね。なくても十分素材の旨味がちゃんと出ててうまいから。ビールはちょっと明日宮島行くんで、そこでたっぷり飲みます。はい、じゃあ次はうどんバージョンいきます。かき入りですよ。うどんはなんかでもこれツルツル滑るからちょっと一口でいきづらいな。かきもいやー、牡蠣がめちゃくちゃうまい。まいね牡蠣がうまい。うまい。この夏の時期なのに、ちゃんとうまい。プリプリだし、結構ちゃんとこう焼きすぎるとなんかしぼんじゃいそうだけど、ちゃんとプリプリでね。うどんももちろん美味しいんですけど、やっぱりこうお好み焼きっぽさって言ったらそばなんだろうなっていうのが思いましたね。こう広島の人にうどんは邪道って言われちゃったんですけど、まあでもね、実はその広島の中にもうどん派の人もいるっていう話も聞いたことあるんでね、ちょっとぜひコメント欄で広島の方教えてください。いや、私はうどん派だよ、いやうどんとかダメだよ、絶対お好みはそばみたいなね意見が欲しいので、僕分かんないんで。ただね、別日に実はもう一つ有名な八章っていうお好み屋さん行ったんですけど、そこで食べたうどんのお好みはなんかここのお好みよりより本当にちゃんとしたお好みっぽいような調理方法だったんで、それ美味しかったんですよね。でトッピングがもちチーズでトッピングでしたから、もちとチーズのもちもち感とこのうどんのもちもち感がすごいうまくマッチしてたから、あれはあれでめっちゃうまかったんですよね実は。ただここの店はそばの方が絶対うまいと思う。まあでも両方なんか違いがあっていいね。ちょっと我慢できませんでしたお好みはやっぱビールが絶対にうまいから。いやー、これ最高やなやばいね。この鉄板焼き、美味しいお好み焼きにビール、いややっぱこれが一つの広島旅行の醍醐味ですね。最高。いや、いいわ。さあ次は左手側が原爆ドーム方面で、こっちの右手ずーっと行くと広島駅の方面ですね。ここが多分一番大きな通りだと思うんですけど、大きなデパートとかもたくさん立ち並んでいて、でこれから行くのはこっち正面ずっと歩いていって広島町です。さっき上から見下ろしてたなんか広場みたいなところにやってきてるんですけど、ここは昔広島の市民球場だったらしいですね、カープの。今新しくなったんでそっちに移転して、跡地にこんな感じで、商業エリアがたくさん集まってる広場になったと聞きました。でここからさっき鶴を落としたこのガラス張りの窓のとこ見えてますね。下の方がぎっしり折り鶴で埋め尽くされてるのがよくわかるわ。すごいね、これ右手ハワイのエッグズンシングスとかも店舗あるんですね。左奥にはスタバも見えてるし、昨日試合を見に来たエディオンピースウィングスタジアムのところを通って、こっち側右手に真ん中綺麗に緑の景色の向こう側に広島城が見えてますね。ここからの景色結構いい感じじゃない？原爆ドームの方からサッカースタジアムまで歩いて、さらにサッカースタジアムからこっち側にこのお城への入り口が右側の方に見えてるのがすごいな。こんな歴史的な場所にスポーツの施設も作れるっていうね、本当に羨ましい限り、この広島の中心街。お城の門くぐって中に入ってきたんですけど、入ってきた瞬間にこんなものがありました。被爆した樹木ユーカリの木がこんな感じで目の前見えてますね。いやすごいですね。被爆しながらも勇ましく力強く今の時代もこうやってずっと生き続けている木が目の前に見えてます。この辺り一帯被爆して生き残っているのはもう目の前にあるこの木だけのようです。こうやってお城の中に入ってきても被爆の傷跡が見られるんですよね。こことかはもともと門だったんですけど、その門も
消失してしまって、この石も原子爆弾の投下によってこう赤く色がついちゃってるっていうところなんですよね。ひび割れもしちゃって。はい、広島城到着しました。目の前に見えていますけどね。なんか特別大きなお城という感じではないんですけど、これができたのは1589年、今から約1500年前、毛利輝元によって築かれました。でこのお城は恋に城と書いて美城っていう風に呼ばれることもあるみたいで、その理由がお城の周りにある堀ですね、池の中に鯉がたくさん泳いでることから名付けられて、そこから想像もつくと思いますけど、その鯉が今のプロ野球チーム広島カープの由来にもなっているんですよね。もちろん原爆投下の影響も受けて、天守閣の方はもう完全に破壊されてしまったので、天守閣自体は58年に鉄筋コンクリートで再建されています。明日行く厳島神社との関係とかも気になる人もいるかもしれないんですけど、厳島神社の方がこの城ができる400年前ぐらいに確か平安時代にできてるんでね、昔にできたものです。ただ広島城を作った毛利輝元のお父さんかおじいちゃんがちょっと忘れましたけど、この広島城ができた時代もその神社を本当に大切にしていたみたいですね。で、一番上に登ってくると、ここがこんな感じで展望台になってるんですよね。お城で、結構迫力ありますね。安全のために鉄の格子はありますけど、こっち今見てるのがさっきまでいた平和記念公園の方面ですね。真ん中に見えるかな、ちょっとちっちゃくなってますけど、原爆ドームの頭も目の前見えてます。はい、で次の場所に向かうんですけど、途中で広島県立美術館っていう美術館もありましたね。ダリに会える、サルバドール・ダリに会えるんだったら、会いに行こうかなって思えるぐらいなんですけど、ちょっと今日は時間がないんで違う場所に行きます。と思ったら、出見園に今から行く予定だったんですけど、なんと美術館からも行けるみたいです。出見園に。これはダリに会いに行くしかない。で、美術館と出見園の共通券みたいなのが販売されていて、これが610円でした。中に入るとこんな大きなサルバドール・ダリの作品がありました。彼の常識を覆すような大胆で創造的な発想力のある作品は何度見ても面白いですよね。現実ではありえない夢や無意識の世界を視覚化する天才ですね。他にもヨーロッパの近代絵画や日本の近代美術を中心に展示がされていて、広島ゆかりの作家さんの作品も充実しています。出見園と合わせて訪れたいスポットですね、ここの美術館も。そして美術館の外に出てきて、ここが出見園という日本庭園ですね。いやー、とっても綺麗な景色がこれ目の前に広がっていますね。で、ここ、すごい、目の前にこれすっごい大きな亀さんがいますよ。僕がこうやってカメラを向けると餌をくれと言わんばかりに近くまでやってきましたね。めちゃくちゃ大きいわ。長寿の象徴である亀さんもいて、右手の方にはこんな感じで、さすが広島城でもね説明した通り、李城と言われるお城の近くの庭園なだけあってたくさんいます、鯉が。立派なお城の近くにはこういう日本庭園ができるわけですけど、広島城ができたのが1589年、ここ出見園ができたのは1620年ですね。広島城の外堀の一部として位置していて、藩主やその家族が庭園で過ごすための場所として使用されていたとのことです。こんな感じで立派な茶室もありますね。なんか利用中のためっていう風に書いてたんで、今でも茶室として利用されることがあるみたいですね。こっちの風景とかめちゃくちゃ良くないですか。茶室から左手に広がっていくこの池の景色が風情がありますよね。なんか真ん中のここすごい盛り上がってるところ面白いですね。橋の形が上に登ってくるとこんな感じで目の前池を見下ろすことができるんですけど、この真ん中に特徴的な形のポツンとちっちゃな島があるの分かりますかね。亀の形をしていて、これが鶴亀の島と呼ばれる小島なんですけど、庭園の長寿と繁栄を象徴するために
設計されたものということで、なんか作った人が京都の名園を模倣しながら、特にこの鶴亀の島に強いこだわりを持っていて作ったとのことです。ただ市民の憩いの場として四季折々の美しい光景を見せるだけじゃなく、訪れる人々に長寿と繁栄の願いを込めた場所としても親しまれているんですね。めっちゃいますね。めっちゃ可愛い。はい、で一通り市内の有名の観光どころを回って今日宿泊するホテルにやってきました。ここです。2022年に新しくできたばかりのヒルトン広島です。じゃあ中入っていきましょう。エントランス、今チェックインの時間ちょっと過ぎ、4時半ぐらいだから結構人がたくさんいますね。この辺り入ったところで正面進んでいったところ、ここの目の前にフロントチェックインカウンターがありますね。左手には一応ロビーラウンジのようなスペースがこんな感じで広がってます。さすが広島ですね。これグッズショップ、カープのグッズがたくさん売られてます。サンフレッチェがないじゃないか。なんでだ。はい、で客室の前にやってきました。でなんとね、ラッキーなことに今回ボトムの客室予約していたにもかかわらず、1日に1組だけなんとヒルトンダイヤの特典を受けられるっていうなんかサービスがあるみたいなんですよね。抽選でそれに選ばれてダイヤモンド会員と同じ条件で宿泊できる日になっちゃいました。そんなあったの知らなかったわ。で客室はボトムからアップグレードされて、なんとエグゼクティブルームラウンジアクセス付きの最上階の客室になりました。でこんな感じでコーナールームになってるんで、窓が2つついてます。客室の広さは2人で泊まるには十分すぎる広さになってますね。ブルーのアクセントカラーが爽やかでいい感じ。これベッドボードはもみじをモチーフにしてるっぽいですね。ちょっとゴールドに輝いてる感じが高級感があっていいんじゃないですか。ちなみに景色はこっちが宮島がある方面、瀬戸内海の方面に多分なると思いますね。奥の方に海が見えてます。でもう一方の窓からはこっちが内陸の方面になるのかな。山側の。そうですね。で広島駅はこっちの右手側、もうちょっとこれギリギリ見えない方面ですね。でこれ冷蔵庫の中は特に何も入ってなくて、この辺はお水と茶器で、右手にコーヒーで、さらに下にケトルとグラスですね。でこっちの通路にクローゼットかなですね。広々クローゼット、セキュリティボックスとかスリッパとかもあって、この中浴衣が入ってるんですね。温泉とかは特にないんですけど、日本らしさっていうことかな。でこっち側に水回りがあって、一つ洗面台がついてます。アメニティはヒルトンは最近こういう大きなボトルですよね。ドライヤーはこれはビダルサスーンのやつかな。ありそうであんま見たことないわ。で左手にこんな感じでトイレがあって、右手が広々バスタブがついてます。深さもあっていいですね。これはゆっくりリラックスして今日は疲れ取れそう。シャワーもあります。でなんと他の客室も見せてもらったんですけど、まず来たのがここがデラックススイートという客室タイプで、ここがウォークインクローゼットになるのかな。で水回り行ってみると洗面台が2つあって、これ正面のバスタブの奥には広島の街の景色が見えていて、これ窓のサイズがすごい大きいから中に光がたくさん入ってきてて、雰囲気がめちゃくちゃいいですね。これは街中の天空のお風呂で湯船に浸かってるような感覚になれそうですよ。で左手には広々としたこのシャワールームがあって、こっち側進んでいったらベッドルームもこんな感じで広々空間になってますね。でベッドルームもこれ窓がコーナーになるので2つついてます。そしてベッドルームからこっち側に行くと、ここがリビングスペースになってますね。テレビめちゃくちゃ大きいサイズで、ソファーもこれ2人で
思いっきり足伸ばしてくつろげるぐらいのビッグサイズですよ。こんなにたくさんのゴールドに輝く置物のスペースもね、すごいですね、この高級感が。手前側にもまた椅子があって、こっち側には作業できそうな広々デスクですね。これは仕事もはかどりそう。で、玄関に2つ扉がありますけど、これなんと両方トイレになってますね。朝とかは2つあると便利です。中にシンクもあります。この部屋はやっぱビューバスがあるのはいいですね。で、一番リーズナブルな日にちとかだったら、1泊2人で7万円台ぐらいで泊まることができるみたいですね。かなりコスパがいい。はい。で、次の客室。ここがプレシデンシャルスイートというホテルの中で最上級の客室タイプになります。もう見ての通り、とんでもない広さを誇ってます。ここがリビングルームで左手にはダイニングのエリアもありますね。席がこれ8席あるんで、外から人を呼ぶこともできるっていうことになるのかな。で、こっち側、これもう8人来ても8人全員ここのソファーに腰掛けて楽しむことができる場所になってます。で、これはもうベッドと言ってもいいぐらいの足を伸ばしてくつろげるこの景色を眺めながらね、特別感がすごいですね。で、ここは広島で G7 が最近行われてばっかりなんで、その時にアメリカの大統領バイデンさんが泊まったお部屋でもあるんですよね。バイデンルームでございます。で、ここにね、本があるんですけど、この中にこんな感じで中にサインが書かれています。で、バイデンさんだけじゃなくて、泊まった著名な方々がこうやってメッセージを書いてくれてるんですけどね。これ、日本代表監督森保さんのサインまでありました。最近の代表戦で泊まったみたいですね。はい、で、もう一回通路に戻ってきて、こっちの右手の扉の先が、ここが広々一つ目のトイレですね。トイレもめっちゃ広い。で、もう一回こっち側抜けていくと、左手にここが寝室になりますね。寝室の広さ的には、さっきのデラックススイートと同じぐらいかな。若干広いぐらいか、この辺が。で、ここも窓がすごい大きいんでね、光がたくさん入ってきてます。ベッドボードのデザインがちょっと変わりましたね。で、ベッドの正面にテレビ。で、ちょっとこれ、ちょこんと可愛らしく椅子、テーブルがありますね。ここも景色眺められる。で、左手が、ここもとんでもなく広いウォークインクローゼットになっていて、鏡。で、最後にこっちの方まで抜けていくと、ここがバスルーム、水回りのスペースになってますね。バスタブも広々。一応、ここからも奥の透明になってるんで、景色を望むこともできます。で、この客室でさえ、最安値だとだいたい12万ぐらいの価格で泊まることができるんでね。やっぱ、この広島のヒルトンっていうのはすごいコスパ的にはおすすめですね。こっちトイレとシャワーもあります。ラウンジの雰囲気はこんな感じで、真ん中にビュッフェやお酒のコーナーがあって、縦長の形状ですね。結構奥の方まで席が並んでて、こっちの左手に窓がついてて、ここからは広島の街の景色が望めるようになってます。最上階なんでね、景色はいいです。一番奥にソファー席のような、ちょっと区切られたところもあって、こうやってカウンターテーブルみたいなところもあるんで、お仕事もここに座ってコンセント付きでできそうですね。端っこの方はこんな感じで、ちょっとプライベート感のある空間になってますよね。で、今回はこうやって端っこの方までやってきて、この端の席に座って景色を見ながら楽しむっていう感じです。フードコーナーにやってきましたけど、揚げ物、一般的なやつから、すごいムール貝があるわ。これは白ワインと合わせたら最高じゃないですか。で、パンがあって、もずく、きゅうり、アナゴ、こっち側にはスイカですね。夏らしいメニューが並んでいて、しらすと広島のお野菜のペペロンチーノのバゲットですね。スモークサーモンサラダっていうやつが、この辺もサラダ類が零細ありますね。ラウンジで海の日限定メニューでライブキッチンでこんな感じで
焼きそばが提供されているんですね。すごいな。うまそう。真ん中にはこんなお菓子類、スナック類も置かれてますね。これはまあ多分ですけど、カクテルタイム以外の時間帯にも置かれてるんじゃないのかな。デザートもレアチーズムースとかもありますね。ドリンクはこんな感じで赤ワインと白ワインが並んでて、こっちの奥には焼酎とか、ウイスキーとか各種ドリンク並んでますね。こっちには白ワイン、スパークリング、日本酒もあります。この辺は広島のお酒が置かれてますね。で、こっちには一般的な、ビールかな。黒生もあるのもいいね。コーラ、ジンジャーエール。で、下にはソフトドリンクもたくさん。コーヒーはこのネスプレッソのタイプですね。これも海の日限定でピニャコラーダが提供されてるみたいです。日によってカクテルがこれはもう今日だけです。今日だけです。はい、海の日なんで。じゃあもう明日とかその違う日はオリジナルでまた違うカクテルが。やってないですか。はい、これ自体がないので今日だけ。じゃあめちゃくちゃレアですね。そうです。じゃあそういうなんか初めて特別何かそういう、祝日とかそれっぽい日があれば、イベントがあればこんなやったりも今後していこうかな。いいですね。今日はヒルトンでラウンジ使う予定なかったんですけど、夜飯もねちょっとこう目星つけてるんで、でもこんなにうまそうなものがあったらちょっと取ってきちゃいましたね。広島っぽい穴子も入ってる小鉢と広島のお野菜たっぷりのバケットの料理ですね。あとは僕の好きなムール貝、そして今日限定のピニャコラーダですよ。うまそう。夕食前のオードブルってちょうどいい感じじゃないかな。では早速今日限定のピニャコラーダ、今日限定なんでね、皆さんは絶対に飲めないんですけど、でもやっぱヒルトンはねこういう面白い取り組みをやってるってことで皆さんも分かっていただければと思います。めっちゃ見た目もこれ南国感たっぷりで夏にぴったりですね。これうまいねなんかごくごく進む。で入ってるのがライムとパイナップルとココナッツでウイスキーですよね。その中にこのウイスキーのいい香りと爽やかなココナッツとパイナップル、ライムの酸味がしっかり効いた感じね。でココナッツで甘みもちゃんとあるから、こう甘みと酸味とあとはこのお酒の風味とキリッとした感じ、全てが一気に味わえて、で色でもこれテンション上がるし、すっきりとしてるからもうごくごくいけちゃう。これはこれうまい。コスタセレーナでクルーズ船で飲んだバナナコラーダにちょっと似た感じでね、ウイスキー入ってるけどもごくごく飲めちゃうから、もう一気に酔っ払っちゃいそう。これドスコイさんこれ絶対好きですよ。さあそしてアナゴです。ここヒルトンでアナゴを最初に食べるとは思わなかったな。明日宮島で多分食べるんだけど、いやーこのジューシーなアナゴにもずくの酸味、すっきりとした感じがまたいいね。このつまみとしてというか、ビールが飲みたくなる。これはいやでもこの後ちょっと居酒屋っぽいとこ行く予定だからね、もう一泊ヒルトン取っといて、もうヒルトンでゆっくりする日が欲しかったわ今回。これは良すぎるラウンジ。いやでもエグゼクティブルームだといくらぐらいになるんだろう。今回俺が泊まったやつが2万ぐらいでしょ。エグゼクティブルームだとどれぐらいなんだろうな。クラブアクセス付きもやっぱありですねヒルトン。そしてムール貝、いや白ワイン蒸しでちょっとガーリックの風味がたまらん。でこれがしらすと広島のお野菜が入ったやつ。これもうまい。シャキシャキっと美味しいお野菜にしらすの海の風味がほんのり広がっていく感じがいいですね。そこにガーリックとオリーブオイルで間違いない組み合わせ。これは白ワインが飲みたくなる。あれ夜まで我慢するつもりだったんですけどね、なんか気づいたら目の前に白ワインがありました。スペインのソービニョンブラン。キリッとしてる味わいの中にほんのりとこう青りんごのような風味が広がっていく。甘さは控えめだけどこうすっきりとした味わいでうまいですね。いやまさかアップグレードされると思ってなかったから、これはちょっと嬉しい誤算と言うべきなのか、ヒルトン広島の良さにどっぷり使っちゃってます。さあホテルから外に出て、今日は夜ご飯外で食べようと思います。広島は繁華街が
広島駅の周辺じゃなくてちょっと離れたところにあるんですよね。この辺りが八丁堀を中心として神谷町から金山町、その辺りまで一帯広く広がってるんですね。この辺が金山町っていうところ、銀に山って書いて金山って読むんですね。昨日は3連休の真ん中だったからかなりたくさん人いたんですけど、今日は連休最終日っていうことで比較的落ち着いた感じでやってきたのがこのお店ですね。野球をどころよいよいっていうところです。結構有名な居酒屋。さっきのお店は定休日だったんで、また違う目星つけてるところに行こうと思います。で、これ目の前恵比寿通りっていう風に書いてるんですけど、こんな感じで広島はアーケードの商店街みたいなところ、結構栄えてはいるんですけどね、そういうところがたくさんありますよね。アーケードの商店街っていったら仙台が印象として浮かぶんですけど、広島もこんな感じなんだっていう風に来て思いましたね。この辺がホテルからも見えていたパルコがある中央通りですね。ここも大きな通り。もう一個目星つけてたところ、竹の下っていうところ、ここも閉まってました。どこ空いてるんだよ、連休最終日。海鮮を食べたいんでね、Google マップで 4.3、4以上のとこ探してみたら、この山積みってところが空いてたんで、空いてるのかな、貸し切りとかじゃなければ入れます。よかった、席がありました。で、メニューはこんな感じで、左上の穴子の作りと広島サーモン。広島サーモンって有名なんですよね。せっかくなんで美味しい海鮮をいただきたいので、この2つを頼もうと思います。結構つまみ系のメニューがここのお店はある感じですね。ここで軽く食べてもう1軒ぐらい行こうかな。ドリンクメニューは左手にビールや焼酎ありますけど、海鮮食うから日本酒ですね。日本酒はこんな感じで、左手広島の地酒がたくさんあるのがいい感じじゃないですかね。この中から、2人で来たんで2種類ぐらいを飲み比べしようかな。これがバランスがいい感じ、地酒で。この2つが夏酒でバランスがいいっていうか、こっちが店長さんおすすめのお酒で、こちらが洋風ね。そうです。地元でおすすめのウグの月です。これですか。それは、こちらが2つが夏酒です。夏限定。すっきりした感じ。それでいくか。ウグの月で。お、すごい。もりもりで。素晴らしい。最高。素晴らしい。最高です。ありがとうございます。先漬けで出てきたものもこれめっちゃうまそうですね。ナスが下にあって、上はこれ何が乗ってんのかな。大根おろしとなめたけ、きのこか。そして広島ならではの穴子のお作りを頼んでみました。これは楽しみだ。食べたことない気がするな、穴子のお作りなんて。そしてもう一品、広島サーモンです。これが宮島近海で採れたサーモンで、餌としてレモンを使用しているっていう風に言ってましたね。そしてもう一つ頼んでみたのが、これも広島の郷土料理ですね。千字柄っていうお料理で、鶏や豚の内臓や皮を煮込んで作られる郷土料理で、独特の食感と風味があるっていうことなんでね、こういう居酒屋とかお好み焼き屋さんとかでよく提供されるものの一つのようです。はい、上日本酒で涼風ウゴの月です。すごいもりもりです。よしよし、お皿と一緒に。いやでも店員さんがやっぱおすすめしてくれただけあって、すごいバランスが良くてね、どちらかというとちょっとキリッとした感じでも甘みもほんのりと広がる感じですね。これはウゴの月、夏限定の広島の日本酒。よし、じゃあ多分人生初穴子の刺身だと思うんですけどね、お宿でも食べた記憶がないですね。だいぶ薄切りですね、こんな感じで。ああ、こんな感じなんだ。なんかね、すごく弾力が、歯ごたえがあって、コリコリの食感ですね。で、噛み締めるごとに甘みがどんどん広がっていく感じ。穴子の刺身こんな感じなんですね。なんか若干ねっとり感のある甘みもありつつ、一般的な白身魚のジューシーな甘みもちょっとだけ広がるみたいな感覚ですかね。でもやっぱこのコリコリ食感と甘みが広がるっていうのはやっぱり美味しいですよね。そして日本酒はこれがもう一つが龍星です。これも夏限定の日本酒、広島の。
こっちはさっきのお酒よりもちょっと甘み強めですね。さっきのが辛みが強めな感じで、でもまあ両方ともバランスよくすごい飲みやすい。こっちの方がちょっと飲みやすい感じかな。個人的にはお作りはちょっと辛みの方が好きなんで、お作りと合わせるなら最初に飲んだやつの方がいいかもしれない。さあではこれも人生初の広島サーモンです。レモンが餌ということでね、レモンの味がするんでしょうかね。でもこれは初めて食べるタイプのサーモンかもしれない。歯ごたえがすごい。なんかサーモンでここまでしっかりこうコリコリっとした歯ごたえ、食感があるのはあんまり今まで記憶にないですね。でも歯ごたえがちゃんとあるんで、もうさっきの穴子と同じようにこう噛むごとに贅沢に何回も噛んで甘みを感じられるっていう風な感じですね。でレモンの味はちょっとよくわかんないですね。さすがにね。で1杯目に飲んだちょっと辛み強めの日本酒。いやー、やっぱこれがいいね。ちょっと辛みのある日本酒とお作り最高すぎる。よし、じゃあいきます。煎じ柄、これまあ確かになんかちょっと鶏皮っぽい感じもあるし、内臓っぽい感じもこう見た目ありますね。確かにこれ独特な風味と食感で今まで食べたことがないかも。食感はね、これかなりコリコリ、コリコリばっかしない今日ね食感、かなり弾力があってコリコリで、風味もちょっと若干こう内臓っぽい匂いでも、なんかこうレバーとかそっち系ほど臭みは全然ない。嫌な臭みは全然なくて、コリコリの食感とこう鶏皮のような風味がちょっとこう広がっていく感じかな。これはねビールのつまみとして最高だと思うわ。とりあえずお酒のつまみですね。日本酒。さっきヒルトンでラウンジでちょっと食事も食べたんでね、ここのお店はメインで食事食べた後に2軒目とかで来るのがかなりおすすめな感じですかね。でもねまだちょっとお腹入るんで、ちょっと次のお店行きましょう。さあ、そしてここにやってきました。汁なし担々麺のキング軒ですね。結構これ有名なんですよね、広島の料理として。僕食べたことないんで、インスタで広島の人にもおすすめされたんで行ってみます。はい、でこれですね、汁なし担々麺が美味しい店ということで、1から2から3から4からとかその辛さを選べるんですけどね、おすすめが2からということで2からを選びました。こんな感じで下の汁、汁なしとは言ってもね、若干これもちろんちょっとあるんで混ぜていただきます。さあいただきます。楽しみ。なんかこれ絶妙な辛みやね。なんかそのなんていうの、すげえ癖になる。辛さもそんな辛すぎないで、やっぱ山椒がね効いてるから、それがすごいいいアクセントになってる。でちょっとこうクリーミーな風味もするね。クリーミーだけじゃなくてちゃんと辛みもあるから、かといって別にくどいわけじゃない。本当に絶妙なこのスパイスの効き具合が。麺もすごいこう茹で具合が完璧ですね。こうちょい硬ぐらいの感じで、噛んだらしっかりこう麺の風味がふわっと広がっていく感じで、麺もめっちゃうまいんですよね。ちなみにちゃんと追い山椒もありますね。へえ、なるほどね。追い山椒。そうだからこの山椒の風味が癖になるから、美味しい。追い山椒があるわけだ。でもなんかやっぱ福岡博多だったらこう細麺の長浜のこうあっさり豚骨を締めとしてこう食べるっていうのがいいけど、確か広島だったらこの締めでいけるね。すごいなんか別に重くないから、そんなに。結構ペロッと食べちゃう。でも結局なんかあれだね、ちょっとこうつまみ食べてこの締め食べれたから、ヒルトンがラウンジで良かったかもしれない。間違いない。いいなんかゼロ次会できた。確かにゼロ次会からでせっかくなんで別日サッカーの試合を見に行った日に食べに行った美味しいお肉屋さんも紹介しておきます。ここの富屋っていうところですね。ここにはこんな感じで比較的リーズナブルに美味しそうなステーキのメニューがたくさんあります。左手にはサイドメニューも充実していますね。で僕が注文したのは牛下がりステーキ。すっごく柔らかくてジューシーで美味しかったですね。あともう一個気になったのが、広島名物の小畝焼きってやつ食べたことなかったんで食べてみました。まず小畝焼きいきます。広島の名物。結構歯ごたえある。でもちょっとさっぱりしてて好きだわこれ。脂身より赤身の味がちゃんとする。いい感じ。
はい、美味しいご飯食べてホテルに帰ってきました。今日は広島いい感じで満喫できたんじゃないですかね。市内観光からグルメまで、そしてこのヒルトンでも思いがけぬ体験もすることができてますしね。今日はホテルでゆっくり寝て、明日の宮島旅も楽しみです。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になって、朝はヒルトン広島のプールにちょっとやってきました。プールもかなり広々空間でね、いい感じの雰囲気です。ここでちょっと朝一泳ぎして運動してから、その後ご飯食べて観光に宮島出かけようと思います。プールサイドにはこんな感じでチェアがたくさん並べられていて、なんとサウナもあるのも嬉しいですね。中はこんな感じ、温度計見たら90度ぐらいあります。で、サウナの横にはちょこんと小ぶりではありますけど、こんな水風呂まであります。外資系のホテルで水風呂までちゃんとついてるのすごいな。さらにこっちの奥まで来てみると、こんな感じでジャグジーもついてる。いやー、サウナ入って水風呂入ってプールでも泳いでジャグジーで体も温められるっていうね、最高だなこのプールは。これは旅の疲れをゆっくり癒せますね。はい、では朝食ビュッフェいただきます。ビュッフェコーナーこんな感じで、結構やっぱスヌーピーの飾り付けでカラフルでポップな感じになってます。この辺にはホットミールがこんな感じで並んでます。さっきのが洋食で、こっちが和食かな。奥の方には納豆とかもあって、豆腐と、おひたしかな。もうすごいなんかちらし寿司みたいなのがありますね。秋の。で、これがご飯のお供とか温泉卵。ライブキッチンで広島つけ麺ってやつがありますね。初めて聞きましたね、広島つけ麺。冷やしうどんもある。こっちもライブキッチンでアメリカンワッフル、フレンチトーストあります。で、エッグステーションにはなんと穴子のオムレツもありますね。普通のオムレツもこんな感じで具材選ぶことができるようになってます。ここには白ご飯とおかゆかな。おかゆもこれかなり具材がたくさんありますね。ここにはシューマイがありますね。そして味噌汁、コールドミールでサラダ各種とドレッシングが一番上。ここにもコールドミールで、一番下にチーズがあってハムがあってガスパチョで、ここにはフルーツが各種あって、一番上には瀬戸内レモンゼリー、ローカルっぽいのがありますね。人気だからほとんど残ってない。そしてヨーグルトやミューズリーがあって、これも広島らしい広島生まれのヨーグルト、父安ヨーグルトがありますね。食べたことないですけどね、僕。この辺はシリアルが並んでいて、牛乳や豆乳。ここがパンコーナーですね。クロワッサンとか、一般的なものが食パンとか並んでる感じかな。で、バターが瀬戸内レモンバターとかが使われているのがいいですね。可愛らしくドーナツもありますね。で、こっち側にはドライフルーツやナッツもずらりと並んでます。この辺はソフトドリンクが並んでます。リンゴジュース、オレンジジュース、グレープフルーツジュースにコーヒー、アイスティー、ウーロン茶。ラウンジでももちろん朝食はいただくことができて、ほとんど内容は一緒だと思うんですけど、一部このお好み焼きがあったりね、違うメニューもほんのちょびっとありますね。はい、で朝食はこんな感じで取ってきました。広島限定のこれアナゴオムレツですよ。そしてアナゴが入ったこれがご飯で、広島つけ麺にこれが父安のこれまた広島っぽいレモンヨーグルトに、この辺ちょっと盛り付けがへんてこりんなんですがね、和食にフレンチトーストと、お昼もあるから少なめに取ろうと思ってたんですけどね、美味しそうなのがいっぱいあったからこんなたくさん取っちゃいました。いただきます。やっぱこのアナゴオムレツがすごい気になりますよね。照り焼きソースに海苔を乗せるっていう普通のオムレツじゃやらないこの味付けの仕方も、
あ、うまいっすね。卵もふわふわだし、穴子も結構たっぷり中入れてくれてるから、これが多分ケチャップとかだったらもしかしたらちょっと味が合わないのかもしれないですけど、この照り焼きソースの海苔だからこう和風な感じに仕上げられててね、穴子がめっちゃいい感じで美味しい。そしてつけ麺、広島風つけ麺です。これものすごくさっぱりした味わいのつけ麺になってますね。かつおだしの風味でちょっと和風な風合いなんですけど、なんかこうレモンっぽいさっぱりとした風味が最後に広がっていくから、こう朝食としてね、こういうさっぱり系の麺はいいですね。朝からつけ麺ってちょっと重いんじゃないかと思ったけど、そんなことない。品数も多いし、やっぱ地元の食材がたくさん、穴子もそうですけど、スイーツ関係だったらレモンとかそういったものもたくさんあるし、やっぱローカルの色がちゃんと出てるビュッフェはいいですね。いい感じでエネルギーチャージして観光に行きます。はい、ヒルトンをチェックアウトして広島駅にやってきました。宮島への行き方としては、広島駅から JR で宮島口駅まで行って、そこから船っていうルートだと思います。で、目の前のこの路面電車でも多分宮島口まで行けるんですけど、 JR の方が早いんじゃないのかな、きっと。はい、JR の改札をくぐって、これですね、目の前真ん中の宮島口岩国方面の普通列車に乗っていきます。はい、あっという間に宮島口に到着しました。こんな感じで写真スポットもありますね。で、改札ここ出て、こっち側まっすぐ進んでいったところ、目の前の真ん中奥のところがフェリー乗り場ですね。やばい、雨ががっつり降ってきた。どうしよう。この後昼から曇りの予報なんでね、ギリ雨が降らなければ観光できるんだけど、駅はこんな感じの外観です。さあ行こう、フェリー乗り場に。で、駅の前にこれが有名店です。穴子飯の美味しい上野というお店なんで、時間帯によってはここでランチとかして島に向かってもいいかもしれません。で、なんかおすすめの食べ方としては、2階で定食を食べるのが一番おすすめみたいです。今回は行きません。そして目の前にある船着き場の手前側にあるこの沖縄堂っていうところが、美味しいもみじまんじゅう買えるみたいです。今日は閉まってます。明日来ようかな。ちなみに広電宮島口駅っていう駅は、これ船着き場の目の前でした。路面電車のやつに乗ったらこの目の前に到着するってことですね。はい、そしてフェリー乗り場がこれ左右に2つ船があるんですね。右手が JR って書いてて、左手また違うやつで、航路が違うだけで行き先桟橋は同じところに到着するんで、どっちでもいいんですけど、右の方がこう赤い鳥居に近いので、こっちの方がおすすめなのかなっていう風に聞きました。ありがとうございます。いやー、このスイカで抜けられるあたりが最高ですね。結構これいい感じで山の景色が奥の方に見えてますね。ワクワクしてきました。で、左手の船が今ここに着岸してて、こっちが5分に出発で、僕が乗る10分出発のやつが宮島からやってきました。こんなにでも山高いんだな、びっくり。もうちょっと平らな島かと思ってた。で、船のこっちの右手側に乗ると、右手に鳥居かなが見えるみたいなんで、右手側に乗りました。で、目の前に見えているちょっとこう上にせり上がった部分があると思うんですけど、牡蠣の養殖をしている場所みたいですね。いや、宮島行ったら牡蠣も食べようと思ってるから、ここで美味しい牡蠣がたくさん作られて、宮島でそれを取ることができるっていうことですね。で、ちょっとこうもやがかかってる感じもね、神秘的な神が宿る島ってことで、いい感じじゃないですか、雰囲気が。で、船に乗って多分もう10分もかからないぐらいで、この距離だったら到着するんじゃないですかね。これ目の前に見えている正面のやつが赤い鳥居ですね。こんな感じで右側にいたら綺麗に赤い鳥居が見えてますね。今左手側が進行方向なんで、そっちに桟橋があるんですけど、途中でもこうやって綺麗に赤い鳥居の姿を見ることができます。いや、美しいですね。まだこれ潮が満ちていないんで、海の中に立っているっていう状態にはなりきってはないと思うんで、この後の時間帯にこの満ちた状態を見せることができると思います。
まあ、向こうに着いてからここの厳島神社についてね簡単に解説とかしようと思ってるんですけど、いやーでもやっぱ海側から見るこの鳥居もすごい綺麗ですよね。島の真ん中に悠々とそびえ立ってる感じ、やっぱあそこにいる人と比べても鳥居がめちゃくちゃでかいってことがよく分かりますね。でこっちの左手側に桟橋が確かあるんですけどね、この辺は結構建物があるのでお宿とか商業施設が連なってますね。でこっちの左手奥にたくさん船が止まってます。行きは曇りでしたが、帰りはこんな感じで晴れて綺麗に山の景色を見ることができたんですけど、宮島は遠くから見ると観音様が横たわっている姿に似ているっていう風に言われているんですよね。これがまた宮島が神が宿る島と島全体の神聖性をさらに高める要因になってます。We'll leave the ferry first. Would drivers please now return to their cars? Thank you for taking our JR West Japan Miyajima ferry today. はい、到着です。これからまずはホテルで荷物を置いて観光行こうと思います。駅を出るとすごいこれもみじが綺麗に描かれてますね。歓迎っていう風に書いてくれてます。こっちの右手側が、観光のエリアになるのかな多分ね。今日は鹿さんがいないですね。残念ながら出てきてくれよ。雨が止んだら。いる？奥のいる。ちょっと後で会いに行こう。まずは宿が確かこっちかな。この正面目の前に見えてるのがもう宿だわ。宮島別荘、今日泊まるところ。結構有名な旅館の、別館というかね、ちょっとリーズナブルな価格帯で作られたお宿みたいですね。駅前にあるから荷物すぐ置けて便利がいいですね。はい、外に出てランチに行こうと思うんですけど、すぐに鹿さんと会うことができました。こんにちは。元気ですか？お腹が空いてますと。餌をあげれるかなと思ったんですけど、本当はあげたいんですけどね、なんかここの宮島は奈良と違って餌をあげるの禁止みたいですね。残念ながら。ごめん、手なんもないんだ。すまんな。でもなんかね、これ餌あげてないことが原因なのかわかんないですけどね、奈良の鹿よりも宮島の鹿の方がお行儀がいい気がしますね。でもなんか僕の友達のドストイさんはライブ配信中にね、ここの宮島の鹿に頭突きされてたんですけどね、僕に対しては結構おとなしいみたいで、いい子だね。こっちはオスかな？角があるから。さっきのがメスで。こっち向いてくれ。こっちよ。カメラ向けたら向こう向いちゃったよ。おーい。こっちですよー。カメラが苦手みたいです、この鹿ちゃんは。はい、でランチをいただこうと思うんですけどね、ここ結構穴場感があるところなんですけど、お店の名前がみことやというところで Google の評価見たらめっちゃ高かったんで、友達も行ったことあるって言っておすすめされたんで行ってみます。店内はこんな感じで結構コンパクトな作りになってますね。今日はなんとキャンセルが出てギリギリ入ることができました。結構人気店みたいです。で、メニューは、ここは穴子の人気店なんで、こんな感じでいろんな形で穴子重とか、この黄金っていうのは穴子のだし入り卵を上に乗せたやつとかね、ちょっとなんか良さげなんでね、これ頼もうと思ってます。これです。さあ、じゃあこの卵をどけてみますよ。開けてみると、おー、じゃじゃーん。めっちゃたくさん中に穴子が入ってます。うまそう。卵とご飯一緒に一気にいっちゃいましょう。さあ、じゃあいただきます。穴子のこの丼ってね、今まで人生で実は僕食べた経験がない気がするんですよね。では、丼と卵とお米と全部いただきます。うまいですね。うなぎの方が脂身が強めで、ちょっとこう穴子の方がさっぱりとした味わいになってますね。ちょっと白身魚のような淡白な風味で、しっかりこう甘みもあって、この脂身の少なさをこう卵のこう濃厚さでちょっと付け足してる感じがいいですね。タレ自体はちょっとこう薄味な感じがするから、穴子の旨味がちゃんと味わえますね。食感としてはこうすごいふわっとした感じですね。卵もふわふわだし、穴子もふわふわだし、それはちょっとうなぎ食べた時と違いますね。食感も楽しめる感じ。はい、ご飯食べて、これからいい感じで見ての通り晴れてきましたということで、ここの商店街、表参道商店街っていうらしいんですけどね、
食べ歩きを楽しもうと思います。宮島のエリアので、これ船着き場出たところにゲブラっていうお店があって、これアルコールとか、ドリンクを飲むことができるんですけど、ここでカップを1杯買ったらこの先にもゲブラの系列の店があって、おかわり200円でそれぞれの店舗いくらでも飲むことができるみたいです。せっかくなんで暑いから1杯行きましょう。はい、そして今日は昨日に引き続きコーダマッチさんと発信者仲間のももちゃんと一緒に来てます。インスタグラムやってます。僕もやってます。で広島の人なんで案内してもらってます。乾杯。うまっ。これマジ美味しいね。マジ美味しいよね。レモンビール。どうないこれ。いや最高にうまいねこれ。うまいねこれ。なんかレモンの果肉がしっかり出てて、さっぱりでこの暑い夏に最高のドリンク。間違いない。うまっ。ビール好きのももちゃんどうですか？最高です。最高めっちゃ美味しい。これ200円でおかわりできるなんて。確かに飲み放題。一日何回もいけるらしいよ。やばいよ。行っちゃいましょう。行こう。はい、で鳥居の方に向かっていくと、こっち左手のところがこんな感じで遊歩道になっていて、右側海沿いを歩くことができるようになってるっていう感じなんですよね。こっちの右手の方が宮島口、日本列島本当の方になりますね。いやーこれ景色やっぱ素晴らしいですね。海も見えて、左手には日本らしい山の景色、緑も見えて、そしてもうそろそろね潮が満ちてきてるんで、海の中に鳥居が立ってる感じになってるんじゃないですかね。なんかやっぱちょっと雨が止んだから人も増えてきましたね。でちなみにこっち側左手向いてみると建物が見えてますけど、今日泊まってる宮島別荘の、親元というのかな、高級旅館の金水館が見えています。いつかここも泊まりに行きたいですね。結構宮島の中では有名な旅館です。ここにも鹿さんがいましたね。でもね、ごめんね。ビール持ってたらめっちゃ寄ってくる。そうそう、ここでね、僕の友達のドスコイさんがライブ配信してたら、ちょうどこの海沿いでこの鹿さんに頭突きされてたんですよね。ごめんね、僕の友達が驚かして。で赤い鳥居に行く手前側に、ここにも大きな鳥居がこんな感じでありました。ここからくぐっていきます。さあ、そして奥の方までやってきたら、これまたどでかい鹿さんがいましたね。こっち側に赤い鳥居があって、いやーこれ実際に目の前で見たらめちゃくちゃでかいですね。ガイドブックとか写真で見ていたものよりも想像以上に大きくてびっくりしてますね。で今はちょっとこう海が手前側まで入ってきてるんで、潮が引いていたら奥の方まで歩いていくことができるみたいですね。今はちょっと水に浸かって海の上に立っているような神秘的な光景が目の前に広がっているということです。でこの厳島神社は約1500年前に建てられた古い神社になっていて、船の安全を守る女神様たちをお祭りしている神社のようです。平安時代に平清盛が大規模な改修を行って、現在の社殿の基礎が築かれました。清盛の時代に厳島神社が海上交通の要所として栄えて、武士や商人たちの信仰を集めました。1996年には厳島神社とこの周辺の景観がユネスコの世界文化遺産に登録されています。で今お祈りした本殿が目の前にあって、こっち側左手見てみるとこんな感じで、かなり綺麗に左奥に五重塔が見えてますね。本当に立派な建物だ。これ下がね、潮が満ちてきた頃だったら海がこの辺まで入ってきてるんでね、またその時の時間帯に来れたらいいんですけどね。今の時間帯はこんな感じでまだ潮が引いてるので陸地になってます。それ縦やけどいいの？でもね、これね、写真がね、ちょっと待ってよ。白飛びしました。こんな感じで動画が撮れます。あれ、私がナレーション入れてるやん。はい、じゃあ行きまーす。今俺縦で撮ってまーす。いいね。で、じゃあはい、横行きまーす。3、2、1。はい、オッケー。いいか。いやーでもやっぱ正面から見たこの赤い鳥居は本当にまた一段と
綺麗に見えますね。で、この厳島神社の大鳥居は何度も建て替えられてはいるみたいですね。さすがにこうやって海に使ってしまう場合はね、こう老朽化もするでしょうから、それでも実際にこの立ってる鳥居は自重によって安定して立っているというのだからすごいですよね。これを昔の人が建てたというのだから本当に信じられません。じゃあせっかくなんでね、おみくじやってみましょう。100円でできます。ここから取り出す感じですね。19番。19番です。さあ、どうでしょうか。末吉が出てきます。おー。まあ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 。書いてること次第。そうだね。紛失物、いでガタシ。どういうこと見つからない見つからないだと思いますね。見つからない。でも今日朝俺マイクなくしたけど見つかったけど。そうだね。昨日もなんかなくしたけど、なくしたけど全部すぐ見つかったね。確かに。縁談よし。お縁談何？恋ですね、恋。マジで？やった。今のとこ彼女いないですけどね。あれ？旅立ちよし。おお。旅立つ予定ないんですよね。いやでも旅行の話じゃない旅行系ですので大体旅行の話だと思いますね。はい。あなた常に旅立っております。あ、じゃあいいじゃん。はい。これ重要。恋愛もいいし、旅行もいいし、商売、眉、麺、穀物等は売買ともによし。その他は損あり。ちょっとそれで言うと時代がちょっと違うかもしれないですね。ちょっと困りましたね、これ。でもね、多分見てる皆さんのおかげでなんとかなると思うんですよ。で、待ち人来たる。何？恋みたいなもんですよ。待ち人も。恋が調子いいな。病気、本腹難し。本腹難し。難しい。わからんな。まあだからわからん。建物、家移りよし。引っ越し。引っ越したね。引っ越したね。もう引っ越したね。引っ越したよし。間違いない。勝負事、負けと知るべし。ダメじゃん。ダメじゃん。だから負けますよと勝負事は負けるかもしれないと。でも勝負してる相手いないんだよな。いやでも人間は負けから学ぶんで、負けることは重要ですよ。最後に続ければ勝つから。サッカーの話してるかもしれない。大丈夫。すべては捉え方して、プラスで人生はそれに。大丈夫。末吉。大吉とか覚えてないよ。右下に書いてる。吉。いいじゃないですか、吉。縁談よし。お、恋よし。商売、夢なのかな。難しい。これは商売は難しそうですね。待ち人来たる。なんか恋がうまくいくんじゃない？ちょっと難しいですね。聞いた？児玉さんの運命。はい、僕は吉だったんですけど、すごいことが書かれております。はい。望み事あらば良き人を得てことを始めるしということで、何かをしたいなと思ったら、とりあえず良い人と一緒に、始めろということです。結構まとえてるんじゃないですか。まとえてるかもしれないですね。勝負事必ず勝つ。なんか末吉それ？末吉の割に良くない？おお、待ち人来たる。いいことしか書いてないですよ。で、同じ家移りとか縁談よし。まあでも商売に関しては8売ると売る8分、10買う分と知るべしって書いてるから、何かを売るんじゃなくてたくさん買えということなので、ちょっといろいろ買おうかなということ。ありがとう、買ってくれて。何を俺のためにね。だそうです。おー、すごい。鹿ちゃんが今これ鳥居というか神社の中にいるんですけど、鹿ちゃんは堂々とこの下に降りちゃってますね。まあでも人も奥の方写真撮りたいから降りてる人もいますね。これは全然降りても OK なんですね。確かにあそこの海沿いで撮ったらかなり綺麗に写真撮れそうだわ。はい、神社から出てきました。出口がちょっとこう橋になっていて、ここがこんな感じで川が流れているんですよね。で、この川沿いにも売店とかが立ち並んでいて、この辺りの雰囲気も風情があってとっても素敵ですね。秋の時期とかだったら紅葉とかが綺麗なのかな、やっぱここも。で、神社を出てくると、ここに大願寺というお寺がありますね。このように神社とお寺が隣接しているのは、日本ではそれほど珍しいことではないんですよね。日本の歴史や文化において神道と仏教は長い間共存してきて、人物集合という考えがあります。で、右手がお寺で、こんな感じで宮島の案内板があって、こっちの右手に行ったら水族館がありますね。宮島水族館で、もみじ谷公園桟橋とか、ロープウェイはね、明日晴れるから明日行こうと思ってます。で、大聖院っていうのがちょっとこれ下の方見えてますけどね、今からこっちに行きます。
で歩いていったらこんな感じでマイナスイオンたっぷりの、いやー、この川の水の音がめちゃくちゃ心地いいですね。一気に緑いっぱいの景色が広がっていて、確かにこれは雰囲気がいいですね。ここもすごい神聖な雰囲気が漂ってる。目の前めちゃくちゃ大きな岩がズドンとそびえ立ってる感じが、宮島は神が宿る島と言われていますけどね、それにふさわしいようなね、この大きな雄大な岩が目の前に見えてます。こんなどでかい岩、こんなこう幅の狭い川にあるのあんま見たことないけどな。いやー、これ橋登ってきたらここの雰囲気もめちゃくちゃいいですね。左手見ると勢いよくこれまた水の音が聞こえてきて、ここの門もね、この緑に囲まれた雰囲気、空気感が最高ですね。歩いているだけでこう癒されるというか、マイナスイオンの空気で。そして門をくぐるとこんなたくさんの階段がありますよ。これね、結構体力ない人だとなかなか息が上がると思いますよ。お、なんかこれ左手にアンパンマン登場しましたね。何なんだこれは一体。アンパンマンでもこのなんか可愛らしく帽子かぶってるんでね、おじいちゃんアンパンマンみたいな感じになってますよね。で、アンパンマンからちょっと登ってきたところにこんな場所がありましたね。ただ羽をつくことができるだけじゃなくて、願い玉というものがあります。なんかね、後ろにある階段から投げ入れたら願いが叶うってやつだな。わあ、ここから結構景色いいですね。で、この階段から奥の方ですね。さっきからも位置遠ざかって、これ結構難易度高いぞ。よし、頑張って入れるぞ。こうやって投げた方がいい。以前ね、これ国東半島で願い式ハートマークに入れたら恋愛叶うで見事外してるから。外しとるんかい。で、この投げ方で発揮してるから、ここ行こうと思ってる。これ入らんと思う。そうだね。よっしゃー。めっちゃ惜しいよ。思った以上に惜しくてちょっとリアクションが取れんかった。距離完璧で、こっち国先の時もこんな感じだったね。最後の爪が甘い。最後の爪が甘い。そつなくはできるけど、そう成功じゃなかった。なかなか人は変わりませんね。難しいですね。さあ、やり投げの小玉ですからね。やり投げをね、できる限り遠くに投げるスポーツなので、メダルスポーツじゃないんですよ。ちょっと保険かけてますよ。古いですね。まあでもね、僕運動神経いいんで。お、言ったね。ドゥ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 。まあやり投げ上投げだからね。まあそうだね、そうだね。下投げじゃないから、ちょっとやってるフォームが違いすぎた。学生時代はバリバリの運動部だったので、これは期待ができますよ。ですよね。帰宅部です。帰宅部でした。小玉っちと同じぐらいだ。まあまあ、仲良しということで。小玉さんと同じとこ飛んだよ。まあ、いや、でも、取ってないでね。ってことは証拠がない。取り忘れた。縦で撮ってたから、縦多分入れてるわ、インサートで。やばいな。やばいな。でも全員入ってないんで、入ったか入ってないかの問題なんで、小屋さんがギリギリ入ってないとかは、全員一緒なんで。まあね、そこに関しては俺もプロフェッショナルだから、結果が同じだったら意味がない。優勝しなきゃ。2位じゃ意味ない。惜しいがダメよ。罰は罰。そうだね。はい。ということで、自力で頑張って私たちは願いを叶えましょう。ももちがもう早くビール飲みたいって言ってるんで行きます。そうです。はい。こんな感じでエンタメも楽しめるんですけど、ここ大聖院は厳島神社とともに宮島の信仰の中心として歴代の天皇や武将からも厚く信仰されていた宮島の中で非常に重要な場所です。ここは真言宗の開祖である空海が宮島で仏教を広めたことに始まり、その教えを受け継いできた寺院です。多くのパワースポットがあり、特別なエネルギーを感じられる場所でもあるので、厳島神社だけでなくここ大聖院も絶対に訪れたいスポットの一つですね。
はい、表参道通りに帰ってきました。今4時半ぐらいなんですけどね、結構もう4時とか5時ぐらいになると店が閉まっちゃうんで、行けるところに行きましょう。もみじ、揚げもみじか。有名なやつまだ食べてないから、それを食べたい。で、これは1本200円で揚げもみじ。味が粒あん、チーズ、クリーム、こしあんって結構種類がありますね。はい、そして注文したのはこれがこしあんの揚げもみじまんじゅうですね。はい、じゃあ初揚げもみじまんじゅういただきます。これ衣がサックサクでしっかり熱くてうまいですね。一応これ中がこしあんだからね、和菓子っぽい味がするわけじゃないですか。和菓子っぽい味でこんなにこう熱いのって確かにあるようでないからね、すごい新食感で面白い。で、まあ僕スペインでもチュロスとかめちゃくちゃ好きだったんで、僕好みのこれはおやつですね。うまい。クリームとかもまた違った味わいで美味しいと思うんですよね。どうですかね。おー、クリームはね、ほんとね、これ何が美味しいかって、外のさ、やっぱさ、サクサク部分があるわけじゃないですか。で、中のクリームがめっちゃあったかくて、ほわほわじゃん。ほわほわね。なんですよ、ほわほいいね、わなんですよ。ほわほわ。ほわほわうまいよ。サクサクほわほわ。そう。食感最高。で、やっぱね、甘みブーンってくるんで、やっぱり。甘みブーンってくる。ブーンってくる。ほわほわとブーンで。いや、美味しいんですよ、本当に。ここめちゃめちゃ好きよ。ももちゃんどうですか。なんかさ、私クリーム頼んだらチーズやってんけど美味しいからいいけど、でもチーズもうまそうじゃチーズだない。った。なんか甘々だからチーズだとちょっと酸味あるからね、バランス良さそうということで、何頼んでもうまいですさあ、そしてさっきゲブラでカップ買ってるんで、ここの店舗でもお酒をいただきますということで、次に注文したのはマティーニソーダです。これもレモンがちゃんと使われてるんでね、上にたっぷり乗ってます。すげえ飲みやすいね、これね。うん、ジンベースのカクテルですけどね、マティーニはレモンでこう爽やかなグミがしっかり出てて、ほんのり甘みもあるからすごい飲みやすいカクテル。これもすっきり夏にぴったり。いやー、でもいいっすね。やっぱ真夏は暑いんで、外歩いたら本当に飲み物を欲するので、歩き回って観光した後にこうやって美味しいドリンクが飲めるって、2倍にも3倍にもこの時期は美味しく感じます。しかも200円ですよ、このお酒が。素晴らしい。本来800円。ちなみにですけど、このマティーニに入ってるジンも広島県産の桜尾っていうやつですね。これですね。へえ、今教えてもらいました。はい。このジンもなんと地元の広島のものが使われてるみたいです。この辺の食材もしっかりね、こだわってるからすごいね。はい、ドリンク飲んで今から帰りますが、帰ろうとしたらこれね、ちかさんが今日はありがとねっていうふうに挨拶してくれましたよ。ありがとね。おー食べられる。はい、ということで、こっちまた右手にゲーブラのお店があります。ここ結構なんか席が奥の方まで伸びていて、すごい雰囲気がいい感じですね。で、明日もいるから、せっかくだから明日はこの辺で牡蠣とか、他の食べ歩きもまたやろうかな。僕は今回宿泊しますけど、この5時台の船は結構たくさんの人たちがあっちフェリーに乗り込んで宮島口の方に帰ってますね。結構夜遅くまでフェリーが出てるんで、ぶっちゃけた話、夜の遊覧船乗った後でも帰れるっちゃ帰れるんですよね、宮島口の方に。はい、でお宿でチェックインして、今回はシングルルームを予約してます。これシャワールームですね。大浴場があるからバスタブはありません。メゾネットタイプですごいコンパクトな客室タイプにここはなってます。1泊今日は15,000円ぐらいで泊まれる感じで、この辺洗面台とかデスクがあって、で振り返ったところにテレビがあります。この辺にケトルとか冷蔵庫もあって、登ったところにここが寝室になってます。シングル1人で泊まるには十分な広さで、立地もいいから快適ですね。こんな感じで、このお宿は大浴場もあるんで、ちょっと一風呂浴びてから夜ご飯食べに行きます。ロビーにラウンジみたいなスペースがありました。ソファー、テーブルがこんな感じで並んでて、無料のサービスが結構いい感じで、ここにはもみじまんじゅうがご自由にお取りくださいとあるし、あとは紅茶とか
コーヒーもこれちゃんとモカとかカフェラテとかいろんな種類があって、ソフトドリンク、そしてすごいのがなんとこの本格的なバニラアイス、ストロベリーアイスがこれも無料サービスっていうね、風呂上がりとかちょっと1個いただこうかな。泊まってる階にもなんかアイスキャンディーみたいなの置いてましたね。結構無料サービス充実してます。はい、じゃあ今から夜ご飯食べに行きます。そしてやってきたのは豆たぬきという、これ結構有名なお店ですね。はい、でメニュー表こんな感じで、ここも穴子の丼が一つの名物になるのかな。結構お昼とかだったら行列できて待つことが多いと思うんですけど、今日は平日で、雨も降ってたんでラッキーで全然待たずに入れました。穴子はお昼食べたんで、真ん中右手のカキフライ定食をいただこうと思います。まだカキ食べてないんでね。で単品のメニューもこんな感じであります。右上、昨日食べた穴子のお作りとかもありますね。でドリンクメニューもこれ広島っぽいものが左手、日本酒とレモンサワーやハイボール、飲み比べとかもありますね。で次のページには焼酎やビールがあって、果実酒はこれ広島梅酒っていうのがあるんですね。ウゴの月で日本酒が一緒に入ってる梅酒っていうことでね、珍しいんでちょっとこれ注文してみました。はい、カキフライ定食やってきました。揚げたてでうまそう。でもう一品頼んでみました。穴子の天ぷら、これも食べたことないんでね。じゃあ広島に来て初めてじゃないな、お好み焼きで牡蠣食べて、あれもめっちゃうまかったんだけど、でもこの牡蠣単体の、メニューっていうのは初めてなんで、明日焼き牡蠣はいただく予定なんで、今日はフライですね。いや揚げたてで間違いない美味しさですね。シーズンは全く違いますけど、やっぱ夏でもちゃんと美味しい牡蠣が食べられるのはね、広島すごいですね。さあそしてこれも初めてですね。穴子の天ぷら、中にぎっしり身が詰まってます。これうまいな。なんかめっちゃ身がぎっしり詰まってて、でも天ぷらなんだけど脂身の中に穴子ってすごいさっぱりした風味なんで、なんか脂っこすぎないっていうかね、で身がぎっしり詰まってたから食べ応えがあるから、個人的にはカキフライよりもこっちの穴子の天ぷらの方が好きかもしれない。カキはやっぱ焼き牡蠣とかそっちの方がいいかな。そして広島梅酒ウゴの月、いやうまいですね。梅の味がちょっと強めで、日本酒はほんのりって感じですね。でもなんかロックなのに飲みやすい、すっきりとした味わいですね。後味がなんかグイグイいけちゃいそう、これだったらロックなのに。はい、こんな感じで、宮島夜の時間帯空いてるお店はちょくちょくある感じで、そんなにたくさんあるイメージではないですね。なんでお宿で食事つけるっていう形でもいいかなっていう感じはしますね。今回泊まってるお宿だったらビュッフェが確か8000円ぐらいだったんで、それ飲み放題付きなんで、お酒好きな人だったらそっちでもいいのかなっていう感じはしますね。そうだよね。そうだね。私前泊まった時ビュッフェ食べたけどすごい美味しかった。あ、そうなの。そう言ってもよかった気がする。じゃあそっちでもいいね。はい、では今から夜の遊覧船に乗ってみようと思います。1600円でチケットをウェブで買うことができて、ホテルでなんと発見できたんですよね。正面がフェリーターミナルで、こっちの右手の方角に遊覧船乗ることができる場所があるみたいです。あら、夜も鹿ちゃんがね、まだまだ元気に起きて待ってますね。山に帰らずに。今日一日お疲れ様です。暑かったっすね。こんな感じで3号線の桟橋って書いてます。結構なんか建物新しいですね。目の前見る感じ。一応右手に乗船券売り場もあります。で出港時刻は17時55分が一番最初で、今日は日の入りが7時半なんで、サンセットの瞬間も綺麗だし、サンセットの後にライトアップするから、ライトアップ見たい場合はその後の時間帯ということで、今回はそっちを狙って19時55分発を予約してます。ちょうどよかったですね。サンセットどうせ見れなかったんで、今日は雲が多かったんで。はい、じゃあ乗船時間になったんで乗り込みます。めちゃくちゃいい感じの雰囲気じゃないですか、これ。夜のナイトクルーズ初めてだ。ありがとうございます。よろしくお願いします。船に乗り込んだらこんな感じでテーブル椅子がありますね。
はい、厳島って何かというと、実は宮島の神様、厳島姫の命というこれ神様。これ水上交通の神様としてね、昔から瀬戸内海の船乗りたちに祀られています。で、この厳島姫の命が伝承によると、今から1600年前にこの島に移り住まれたことから、神様が宿る島、神様がいつき祀るということが用いて、厳島と呼ばれるようになりました。ちなみにバイデン大統領だけはこのヘリコプターで単独移動しましたが、宮島にはヘリポートはありませんから、バイデン大統領が1回着陸するためにわざわざ専用のヘリポートを作りました。これであれだったらちょっと涼しいんだあれでもう外のデッキ出られますか？はい。じゃあちょっとこちら、皆さんどうぞ。今日はね、曇り空でガスがかかって、ちょっと山の輪郭がね、ちょっと近づかないと分かりづらくなってます。はい、ただまあこの時間になると、しっかり宮島もね、日が暮れていくライトアップをいたしております。皆様がお昼に歩かれた表参道商店街を見てると、手前の山にね、あれ、ここの五重塔がね、ライトアップ。あれが宮島、鳥と並ぶ宮島のもう一つのシンボルです。そしてライトアップされた鳥居に近づいてきました。夜の遊覧船はこんな感じで波の音や船の揺れを感じながら静寂に包まれ、ライトアップされた大鳥居と神社をゆっくりと眺めることができます。海面に映る光が幻想的で美しく、自然の美しさ、歴史的な建造物が織りなす光景は特別な時間を作り出してくれますね。これは日中には絶対に見ることができない特別な瞬間ですね。日本を代表する風光明媚な景勝地、日本三景の一つであるこの宮島を存分に堪能したいのであれば、人気の少ない夜までゆっくり観光することをお勧めします。ナイトクルーズの本番です。今横に決めてますよ。こんな感じで写真撮れます。はい。これ写真もいきますか？はい。はい、船降りて、またここの海沿いをちょっと散歩してますね。夜の時間帯はすごい涼しい風が吹いてきて散歩がめちゃくちゃ気持ちいいですね。あ、さっき見ていた鳥居のところでまた新しく船がいるから、次の時間帯の船があそこに止まってるのかな。で、今日のお昼来たところに来てみたんですけど、ここから見る鳥居もめちゃくちゃ綺麗ですね。船で見た景色とはまた違う景色を水面に反射するこの朱色の景観まですごい綺麗に見えてます。いや、夜もね、絶対にこれ歩いて見に来た方がいいですね。おはようございます。翌日になりました。朝起きてみるとこんな感じで、今日はお昼から晴れる予報なんで、これは観光日和ですね。で、今日はお宿で朝食入れてないので、モーニングがあるカフェがあるみたいなんで、まずはそこに行って残りの観光を行ってないとこ行きます。はい。で、やってきたのは海の方から山の方面、内陸の方入ってきた、結構これね、地元の人が生活しそうなエリアなんですけど、街角というカフェです。中はこんな感じで古民家風の落ち着いたカフェになっていて、マスターがフレンドリーでとっても感じが良かったですね。モーニングサービスを提供しているお店でもう一つ行こうとしているとこあったんですけど、そこが閉まってて、ここでもこんな感じでトースト、ゆで卵のモーニングセットがあったのでいただきました。窓際の雰囲気がなかなかいいんですけど、ここでエネルギーをチャージして今日も朝から観光です。はい、朝ごはん食べて、またここの商店街に戻っていました。今が10時過ぎぐらいですけど、やっぱまだ観光客の人とか昼ぐらいにたくさん来るんでしょうね。そんなにいないから、やっぱ泊まるとね、こうやって朝人手がないところを歩けるんで、観光がすごい快適にできますね。で、今からちらっとまた鳥居、どんな光景か見て、ロープウェイで山を登りたいと思います。絶景が見られるみたいなんでね。さあ、やってきました。鳥居の方に。昨日の夜見た子たちじゃないこれ。そして、今日は完全に青空って感じじゃないけど、昨日よりは青々とした空が広がってるんで、この青と赤のコントラストでより綺麗に鳥居が見えてますね。で、潮が引いてきてるからこんな感じで、ギリギリ
たくさんの人たちがあっちの鳥居の下まで行って写真を撮って楽しんでるのが見えますね。こんな感じで歩いてきましたよ。靴下脱いで半ズボンだったら余裕で入ってこれます。いや、これはね、やっぱ近づいたら昨日の遊覧船乗って分かったんですけど、より迫力感じることができるんで、絶対に降りてきて撮った方がいいですね。海の中でこの鳥居をくぐることができるという、普通はできない体験ができますから。で、目の前に厳島神社があって、昨日行けなかったこっち左手に階段があるんですけどね、千丈閣、報国、ここにも神社があります。階段登ってきたらこんなに大きくて立派なお寺がありました。この中に入ると、この報国神社は戦国時代の武将豊臣秀吉を祀っている神社です。今いる千丈閣が秀吉が建てた木造建築として有名で、畳を1000枚敷けるほどの広さがあることから千丈閣と言われています。そしてこっち側の外に出てみると高さがあるんでね、こんな感じで目の前に海の景色、瀬戸内海の景色が広がっていますね。木でちょっと隠れてはいますけど、これはこれで木々に囲まれたところにお寺があるっていうのはね、風情がある景色だと思うんで素敵ですね。で、反対側に行ってみると厳島神社の光景が目の前に広がってます。そして上に高くそびえ立つ山々もやっぱり綺麗ですよね。これ、今潮が引いてる状態なんですけど、ここからの景色だったら潮が満ちてる景色を見てみたいですね。でもこのお寺の中を歩くだけでもまたこれは神聖な空気感が流れていて、やっぱでもね、屋根に囲われてるんで真夏ですけど風も中に入ってきてすごい気持ちがいいですね。で、こっち抜けていくと、昨日もちらっと見せましたけど、五重塔が目の前に高くそびえ立っている雄大な景観が広がってます。はい、そしてやってきました宮島ロープウェイ入り口。商店街のところなんか抜けていったら分かりやすくゲートがありました。無料送迎バス乗り場っていうのがこの先にあるみたいです。で、バスに乗ろうと思ったんですけどね、定員オーバーになっちゃいまして、でも歩いても8分から10分ぐらいで行けるみたいなんで、これね、緑の景色が美しいですし、マイナスイオンの空気を吸いながら歩いていきます。でも歩いていったらここがもみじ谷公園になってて、これ紅葉の時期この辺がオレンジ一色に赤一色に染まるからめちゃくちゃ綺麗そうだわ、相当の観光客がそのシーズンには訪れるみたいなんですけどね。今日は全然少ない方で、ここの赤い橋で写真を撮ることが人気のようで、外国人の方がたくさんいます。すごい。昨日もこの川の音、せせらぎがすごく素敵でしたけど、ここもいいですね。いやー、これがオレンジ一色に染まるのか。秋も来てみたいな。そしてこんな階段を登っていきます。ゆっくり歩いて8分、時々走ってて、面白い表現使ってますね。でもこれいいな。この木のトンネルを歩いていく感じがめちゃくちゃ好きですね。この感じ。なんか最近行ったところだと宇佐神宮もね、鳥居くぐった後こんな感じで緑のトンネルを抜けていく感じでしたよね。で、秋の紅葉の時期になるとこの辺り全部もみじが落ちてきて、もみじの絨毯が辺り一面に広がっているみたいです。歩いていくとまた橋がありました。もみじ谷橋。ここはさっきよりめちゃくちゃ空いてて、なんか穴場感ありますけど、すごい。右手のこの景色が、滝が流れてますね。もうちょっとで到着かな。ロープウェイ9時から16時までなんですね、営業時間。でもこれそれなりにやっぱ坂道があるからね、歩きやすい靴とかで来た方がいいんですね。ロープウェイで
特に何もせずに上まで行けるって感じではないっぽいですね。よし、到着しました。もみじ谷駅、ここから乗ります。はい、そしてロープウェイに乗りました。ロープウェイは往復で大人1名2000円です。もみじ谷駅から獅子岩駅というところまで約15分です。獅子岩駅というところが弥山山頂への登山道の途中に位置しています。上に登るにつれて緑の山々の先に綺麗な瀬戸内海、そして街の景色も見えてきました。で、1回ロープウェイを降りて、もう1回ロープウェイで奥にあるところになんか横移動する感じなんですね。2回ロープウェイに乗ります。手つかずの未宣言四輪は1996年厳島神社とともに世界遺産に登録されました。はい、ロープウェイで一番上までやってきました。これから日本三景の一の進化は山頂の眺めにありって、これ伊藤博文さんが言ってるんですね。いろんなパワースポットが点在しているみたいなんでね、楽しみ。こっちの右手から行ってみましょう。弥山山頂まで約30分。30分かかるっていうことなんですけど、軽いハイキングとして、やっぱこの森の中を歩くっていうのは気持ちいいですね。出発してちょっと歩いて、山頂まであと 0.7 キロ。30分もかからなさそうだけどな。なんか音楽流れてますね。これは何の音楽だ。12時になったからそれの合図っぽい。そしてそれっぽいところに到着しましたね。結構最後の方上り坂が多かったんで息が上がってますけど、到着。ロープウェイからだいたい20分ぐらい歩いたところで一つ目の見どころに到着です。霊華堂という場所ですね。ここに灯されている火は弘法大師空海が約1200年前にこの弥山で修行した際に点火したものと伝えられています。以来一度も消えることなく燃え続けており、この日は昨日訪れた平和記念公園の平和の灯火の元火になりました。で、ここの霊華堂から歩いてもう10分ぐらいこっちの方に進んでいくと弥山山頂があるみたいです。これはまた最後の絶景を見るために難関坂が連なってますね。上の方までもう一踏ん張り頑張ろう。ちょっと広角レンズじゃ伝わらないと思うんですけど、目の前右手にある岩が信じられないほど大きくてびっくり。すごいなこれ。何年にもわたって今にも崩れそうなのにもかかわらず、ずーっとここに固定された状態であるんでしょうね。展望台が見えてきた。いや、到着しましたね。弥山山頂に、この右手に大きな岩が、すごい迫力だわ、これは。で、この岩の向こうには綺麗な瀬戸内海の景色が広がってるんだと思いますね。あっちの方写真撮ってる人いますけどね。左手に展望台もあって、こっちからのが景色がいいのかな。岩の横も一つの展望スポットになってますね。ここからは下にある木々の緑と海の青、そして空の青のコントラストが綺麗ですね。ちょうど中心に真ん中にポツンと浮かんでいる島がすごい絵になっていい感じで、展望台に登ってきて、こっちの右手側から上がってきたんですよね。この岩がたくさんあるところで、景色がいいのはこっち側かな。目の前にこの瀬戸内海の海の景色が広がってます。さっきロープウェイから見た景色よりもさらに高さがあるんで、奥の方まで視線が抜けていって、とっても綺麗な景観が目の前に広がっていますね。いやーすごいね。この辺り今ちょうど真ん中が広島の市街地の方面になりますね。ビルとかがたくさん建ってるのが完全に晴れた状態でなんで、少し霞んではいますけどわかりますよね。すごい。もう一つこっちに登ってきたらさらにすごい景色が目の前に広がっていますね。この岩の向こう側にまで海の景色が広がる。この景色がガイドブックで見ていた絶景ですね。いやー、圧巻だわ。少し雲が多い状態でこれだったら、青空一色だったらめちゃくちゃ綺麗だと思いますね、これは。
やっぱ瀬戸内海はこの海の景色も山の景色も両方望めて本当に素晴らしい景観が広がりますよね。でこっちの右手の方までずーっと景色が360度望むことができるようになっています。厳島神社があるのはちょうどこの下なんですよね。こっちの方面なんで、宮島口フェリー乗り場があるのはこの右奥に見えてるところだと思いますね。でこっちがずーっと左側に向いていくと山口県岩国方面ですね。いや本当に圧巻です。これね、ビデオカメラじゃこの素晴らしい景色は伝えきれないですね。一気にこの360度の画角を収めることはできないんで、この動画で見る以上に壮観な景色がここの展望台に来れば望むことできます。ちなみに今回はプチ登山をして未線展望台まで行きましたけど、ロープウェイを降りてすぐのところに獅子岩展望台というところもありました。今回はそこには行ってないんですけど、登山がちょっときついっていう人はそこで瀬戸内海の眺望を楽しむのもいいと思います。はい、もう一回商店街に戻ってきました。お腹がかなり減ったんで、ちょっと食べ物をまた食べようかな。はい、でまだ焼き牡蠣食べてないんで、やってきたのはかき屋というお店ですね。ここの商店街の通りにある。見てメニューはこんな感じで、かきや定食っていうのが一般的だと思いますね。他にも単品がいくつかこんな感じで並んでいて、ビールもここゲブラなんで、またレモンビール頼もうかな。定食を注文してみました。真ん中にかきフライがあって、この左上にあるのはかき飯かな。見ただけでもこれプリップリそうっていうのがよくわかりますね。いやー美味しそう。で定食のセットでついてくるのが焼き牡蠣もあって、で本当はこれ2つなんですけどね、なんかちっちゃかったら1個サービスでついてくるみたいなんですけど、普通にでかいぞ。で単品でも頼んでみました。これがかきグラタンですね。これも身がでかい。はい、では再び広島レモンビールいただきます。いやー、運動した後のこのキンキンに冷えたビール最高だ。いやーうまいね、やっぱこのレモンビール。はい、ではカキフライいっちゃいます。タルタルソースにつけて、やばい。この衣の中から汁がジュワーっと出てきましたね。めっちゃうまい。いや正直昨日定食で食べたお店よりもこのカキフライはうまいですね。まあ当たり前ですよね。昨日行ったところは穴子丼が売りなんで、カキだったらやっぱこっちで食べた方がいい。そしてかき飯もいっちゃいます。これもうまそう。いやーこれも絶品ですね。もう牡蠣がプリップリで、甘口の醤油だれみたいな感じの風味の出汁が効いた感じで、でもめちゃくちゃ薄味なんで、こう牡蠣本来の味を邪魔しない程度にこの和の風味が広がっていって、そこにやっぱ海の味なんでね、こう海苔もうまくマッチしてますし、いやこれめちゃくちゃうまいですね。夏でこれだけ美味しいんだったら冬に来たらどんななんだって、また冬に来たくなりますね。これはいや想像以上に美味しくてびっくり。さあではこのかきグラタンいっちゃいましょう。個人的にはね、この牡蠣はなんかこうポン酢焼きとかバター醤油とかそういう、和の薄い味付けの方が好きなんですけど、グラタンはどうなんだろうねっていう。うわこの身がめっちゃでかい。やばすごいね。いやこれもうまいわ。もうねこの身のサイズがさっきのカキフライとかカキ飯に比べたらやっぱこの焼き牡蠣でもう絶妙に焼かれてるからね、プリップリにも膨らんでて食べ応えはあるし、で今ねこの普通の蒸した牡蠣をいただいた後だから、このチーズでとろみがあってちょっとこう洋風な感じでアクセントがあって、いろんな味わいの変化も楽しめてね、もうこれは牡蠣のパレードですね。今日は本当にこんなに贅沢にいろんな味わいの牡蠣を食べたことがないかもしれないんで、これは素晴らしい。牡蠣好きにはたまんないですよ。さあそして
シンプルに焼き牡蠣もいっちゃいます。何がちっちゃいのか全然わかんないですね。これもう普通に日常で食べてる牡蠣より全然でかいのに、これでちっちゃくてサービスついたって。いや、広島の人はサービス精神旺盛ですね。うわ、取れねえ。おいやばい、こんなでっかい牡蠣。うわ、なんかとろみがすごいな。これ食べた瞬間なんか口の中で一気に溶けていくような感触ですよ。いや、正直ね、まあ広島牡蠣有名って言ってもね、ぶっちゃけ日本はどこでも海産物って美味しいもの取れるし、特別広島が美味しいってそんなこともないでしょうっていうふうに思ってたんですよ。ちょっとね、びっくりしましたね。で、特に夏だからあんま期待してなかったんですよね、正直。シーズン外してるからまあ普通でしょうみたいな。ちょっと広島の人に謝りたいですね。これはすいませんと。めちゃくちゃうまいです。これは食べに来る価値ありますね、絶対。宮島に絶対来てください。しかもこの美味しいレモンビールも絶対牡蠣と合う。最高。いや、皆さんこれ絶対真似してくださいね。もう朝ちょっと涼しい時にトレッキングで体を動かして汗をかいて気持ちのいい気分になって、あー疲れたな、ちょっと冷たいもの飲みたいなでビール一杯、そしてこの美味しい牡蠣をぜひ食べに来てください。旅の終盤でいいものを届けられたと思います。はい、そして次はこのお店で練り物も有名らしいんでね、宮島の握り店って書いてますけど、いろんな味がありますね。手前側からイカゲソ、枝豆、チーズベーコン、アスパラとか、珍しい左奥にある青ネギ生姜ってやつを頼んでみようかな、と思ったんですけど、焼きたてでアスパラベーコンが出てきたんでこれにします。いただきまーす。お店の人がフレンドリーです。美味しい。美味しい。いただきます。これも初めてです。宮島に来て練り物。すごい、これもちもちっとした食感がすごいわ。噛み締めることにしっかりお魚の風味がほんのりと広がっていって、ベーコンのジューシーさも味わえてうまい。もちもち食感がいいね。いやー、日が照ってきて暑くなってきましたね。こんな感じで鹿さんのおかげでバテちゃってますよ。いやー、もう外歩いたら本当にすぐ暑くなるから、これいただきましょう。ここが宮島いつきコーヒーってそこそこ有名らしいですね。ソフトクリームがうまそうだ。暑かったらこのレモンジュースとかも飲めるし、コーヒーも結構美味しいらしいですよね。奥の方モーニングもあるし。コーヒーソフトクリーム頼みました。うまそう。すごい可愛らしい形してますね。いただきます。ちょっとね、さっきカメラ回し忘れてて一口食べちゃったんですよね。いただきます。うまい。この甘いだけじゃなくてちょっとコーヒーの苦みがほんのりとしてね、僕甘すぎるの嫌いなんで、これぐらいがちょうどいいわ。暑いからやっぱそういう時に食べるアイス最高ですね。宮島をたっぷり観光して広島旅行思う存分に堪能できましたね。日本三景の一つで日本人で知らない人はいない宮島ですが、なんと外国人の人気観光地、定番観光地としても東京、京都と並び宮島が挙げられるほど世界的に有名な場所です。神が宿る島と言われるだけのことがあり、島内の至る所で神聖な雰囲気が漂っていて、ぜひまた訪れてゆっくりと過ごしたいなと心から思いました。皆さんも歴史ありグルメあり自然ありの魅力たっぷりの広島に出かけてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。